はい、セリカさんです。今回は塗装を剥がす時に絶対にやめた方がいい方法を実験していきます。塗装に失敗して塗料を剥がしたくなる時がありますが、塗装したパーツをそのまま溶剤に入れて塗料を剥がすことはやめた方がいいっていう動画の内容になっています。基本的に塗装初心者向けの動画内容ですが、塗装に慣れ始めた人でも改めて気をつけておくこととして見てください。それでは早速実験していきます。実験の準備として保存していたランナーのタグを使ってテストピースを作っていきます。テストピースには普通のパーツとクリアパーツを使ってそれぞれどんな結果になるのか確認します。塗料はラッカー、エナメル、水性、ガンダムマーカーを使用します。各塗料の選択理由は使用頻度が少なくて余っていたからで、特に深い理由はないです。塗装は筆を使ってなるべく塗膜が厚くなるようにしました。塗装したら乾燥機を使って少しでも完全乾燥に近い状態にしました。テストピースができたらラッカーの薄め液を容器に入れます。使用する薄め液はガイアノーツのラッカー用薄め液で、持っている薄め液の中で一番容量が多かったのでこれを使いました。これらを容器に入れて1日放置してからどうなるのかを見てみます。こういうことをするときはパーツ一個一個の塗料を剥がすのが面倒だから、まとめて薄め液の中に入れて塗料を剥がしたくなる時だと思います。なのでその状態を再現するためにこの状態で1日放置しました。薄め液が揮発しないようにマスキングテープで蓋をしてベランダに放置しました。1日放置したので中身を確認してみます。とりあえずマスキングテープでも薄め液の揮発は防げることがついでに確認できましたね。薄め液はめちゃめちゃ汚くなってテストピースが全然見えにくくなっています。ピンセットで取り出してそれぞれ確認してみます。とりあえず全部並べてみました。全部のテストピースの塗料は剥がれていたので、薄め液に浸しておくだけでも塗料を剥がすことができることは確認できました。ただプラスチックの見た目がかなり変わっているのでそれぞれ確認します。まずホワイトのパーツは表面が波のようになっています。明らかに塗装前とは表面の状態が違く、あまりいい状態とは言えないです。塗装初心者がこんなパーツを見たらかなり困りそうなくらい状態が悪いです。次に透明だったクリアパーツを見てみます。テストピースの見た目は白く濁っていて透明じゃなくなっています。表面もさっきと同じでシワシワになって元の面影がないです。クリアパーツには普通のパーツよりさらに影響がありそうです。次にゴールドのパーツです。これも表面に影響は出ていますが、さっきまでのテストピースよりはマシでした。ただ今までと違ってテストピースの角がすごく溶けて変形しています。パーツの色で目立っているだけかもしれませんが、ここまで溶けているのを見ると薄め液でも危ないことが再確認できますね。最後にレッドのクリアパーツですが、今までのテストピースと同様の見た目になっていました。このようにパーツ一個一個塗料を剥がすのが面倒だからと、このようなことをやったらパーツがひどいことになります。塗装を失敗することがあるのは仕方ないですが、安定を考えるなら面倒くさがらずにヤスリや綿棒で少しずつ塗料を剥がした方がいいです。ここからさらに表面に影響に出たままのテストピースに塗装したらどうなるのかやってみます。最初と同じくなるべく塗膜が厚くなるように塗装しています。筆での塗装ですが、普通に塗装できたので再塗装しようと思えばできそうです。次に結果を見てみます。塗膜を厚めにしたのですが、プラスチックの表面がシワシワになった部分の影響は出ています。こんな小さなランナーのタグでこれだけ影響があるなら、本当のパーツでやったらどれだけ悲惨なことになるのかわからないです。横着しないで素直にヤスリと綿棒で塗装を剥がした方がいいですね。さっきの実験が終わった後でマジックリンの中に沈めたらどうなるんだろうと思ったのでついでにやってみました。テストピースができたらマジックリンの原液の中に入れて1日待ちます。マジックリンなら匂いもないのでベランダに出す必要はないですが、一応さっきと同じように外に出して放置しました。1日放置してから確認してみます。こっちでも塗料が落ちて濁っています。ただ一目でラッカーとエナメルが落ちてないことがわかります。あとなんかわからない謎の粘液みたいなものが発生していました。マスキングテープで蓋をしていたのでこの中で発生したものだと思います。さっきと同じ色の余ったランナーがなかったのでホワイトとブルーのクリアパーツで実験しました。水性塗料とガンダムマーカーは綺麗に剥がれてて、ラッカーとエナメルはしっかり残っています。ラッカーとエナメルも一部剥げていますが、ティッシュで表面を拭いたので剥がれただけです。ブルーのクリアパーツを確認してみます。ラッカーとは違ってパーツに何も影響がなく塗料も綺麗に落ちています。水性塗料なら塗装に失敗してもマジックリンで簡単にやり直しができるので、塗装に慣れてない人は水性塗料を選んだ方がいいです。ホワイトのパーツも同じような感じでした。最後にティッシュで拭き取っただけのパーツに塗装したら塗料を弾くのかやってみました。ホワイトのパーツはティッシュで拭き取っただけの状態で塗装して、ブルーのクリアパーツは水でしっかり洗浄した後に塗装しています。これもラッカーエナメル
める水星ガンダムマーカーのそれぞれの塗料を使っています。ホワイトのパーツですが塗料を弾いているのがよくわからなかったです。塗装も普通にできたので特に塗料を弾いている感じはしなかったです。塗膜を厚めに塗装した割には塗膜が薄いところがまばらに出ているので、残ったマジックリンが塗料を弾いている可能性はあります。水でしっかり洗ったブルーのクリアパーツを見てみます。こっちの方が塗料がしっかり塗装されている印象はあります。ガンダムマーカーで塗装した方は微妙な見た目ですが、表面がデコボコしていたのでそれの影響が大きそうです。人の手による実験なので全然正確ではありませんが、こんな傾向があるかもしれない程度に見てください。どっちにしてもマジックリンは水できれいに落としておいた方が無難です。いろいろと実験しましたが、これで動画を終わりにします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。